ガンダム試作2号機サイサリスは OVA 機動戦士ガンダム0083に登場した地球連邦軍のガンダム開発計画によって開発された機体です。戦術核を搭載し最強の攻撃力を持つモビルスーツというコンセプトを体現した一機となっています。 OVA では核攻撃が印象的な機体ですが、もともとは開発過程で重装甲と大火力を生かした強襲用モビルスーツというコンセプトのため、様々な武装の組み合わせが検討されていました。そのため汎用多用途性を追求した試作1号機にも負けず劣らず、多くのバリエーションが存在します。今回はそんな試作2号機について解説させていただきます。まず OVA に登場した GP02A サイサリスについてです。核弾頭を装備した形態であり、ガンダム開発計画において最も攻撃力を追求した機体でもあります。もともとガンダム開発計画は一年戦争後の不安定な情勢下において紛争鎮圧等の作戦を速やかに行える最強の戦術兵器開発を目的とした計画でした。その中で重装甲かつ高火力の強襲型重攻撃機が立案され、試作2号機が製作されます。なお2号機の開発にはアナハイムエレクトロニクス社の中でも特に重装甲モビルスーツの機体開発に向いているであろうジオニック系エンジニアが配置されました。本機は短期攻撃能力に重点を置くだけではなく、格闘戦に強い試作1号機との連携も想定されています。そのため地上戦でもある程度の機動力を確保できるよう、ツイマット社のドムのノウハウが生かされた熱核ジェットエンジンが搭載されました。一方で強襲機としての火力を追求した結果、計画の初期段階には戦術核攻撃機としての運用を想定しての開発が進められます。宇宙世紀には電子誘導兵器を阻害するミノフスキー粒子が存在するため、確実に核弾頭を標的へ命中させるには対象に極限まで接近する必要がありました。その条件を満たすべく、本機は核攻撃後に急速離脱させつつ、放射能や電磁パルスから機体を保護できるよう設計変更が行われます。頭部センサー類の防護はもちろん、機体の装甲材はルナチタニウムを中心に三重の複合構造を採用。シールドは核使用時に機体を保護する強制冷却装置が組み込まれたラジエーターシールドを採用。さらにシールドでカバーしきれない脚部装甲にも冷却装置が組み込まれるなど、徹底した対策が施されました。その結果、本機は過剰なまでの重装甲モビルスーツとして完成しています。またパイロット保護のため、コックピット周りには高い強度を誇る球体外核型装甲隔壁が設けられました。そのため試作1号機と違い、本機にコアブロックシステムは採用されていません。兵装としては核発射用のアトミックバズーカ以外最低限のものしか装備されておらず、頭部60ミリバルカンの他には作戦時にモビルスーツと遭遇することを想定したビームサーベルのみとなっています。この割り切った武装構成からも、試作2号機が試作1号機との連携、または短期での一撃離脱戦法を想定していることがわかるようになっています。なお、モビルスーツ大図鑑ベラーズ紛争編によると、基本兵装としてジャイアントガズの使用も想定されていたようです。劇中では試作1号機とともにテストのためトリントン基地へと搬入され、同基地に保管されていたマーク82弾頭が装填されました。しかし装填作業の直後、皆も誰かわからなかったアナベルガ島によって核弾頭ごと奪取されます。その後アルビオン隊による追撃を受けますが、地上のジオン残党による協力もあり、宇宙への脱出に成功しました。そしてベラーズフリートによる演説を経て、コンペイト宇宙域で行われる連邦軍の観艦式を襲撃するため出撃。連邦の苛烈な包囲網を高い機動力を生かして突破した2号機は、コンペイトの直上から核弾頭を発射します。これにより参加していた艦艇の3分の2が航行不能となり、連邦宇宙軍に大きな打撃を与えました。しかし核攻撃に耐えられなかった左腕が損傷し、使用不能になります。その直後、追撃してきた試作1号機フルバーニアンと交戦。最終的には相打ちとなり、両機とも爆散しました。このように強烈なインパクトを与えたサイサリスですが、あまりに武装が少なすぎたからか、他媒体ではアニメ本編には登場しないオリジナル兵装が多数描かれています。まずモビルスーツ用対艦ライフルです。
こちらは、ブルーレイボックス特典のピクチャードラマ、空の影楼にて登場した兵装で、HLV で宇宙へ上がったガトーが、待ち構えていた連邦軍艦隊を迎撃する際に使用しています。後に、漫画0083リベリオンにも登場しており、同じシチュエーションで使用されていました。こちらでは、ビッター閣下から譲り受けたと語られており、ジムとサラミス級を同時に撃ち抜く凄まじい威力を見せています。MLRS 仕様。本機は、試作2号機に、多連装ロケットシステム、マルチプルローンチロケットシステムを装備した形態となります。本機は、2006年からスタートした、一年戦争末期における局地専用モビルスーツを設定するプロジェクト、ハーモニー・オブ・ガンダムによって誕生しました。本機は、核攻撃機としての役割の他にも、重武装、重装甲モビルスーツとしての性能も期待されており、いくつもの武装プランが同時に進行していたようです。本兵装は、そのうちの一つで、重装甲と機動力を生かしつつ、拠点やモビルスーツ小隊に対して連制圧を行うことを目的として、多連装ロケットランチャーを背部に装備した仕様となります。MLRS は、拠点攻略や中距離支援用の実弾兵装で、単発ずつ発射することによる時間差攻撃や、一斉発射で、広範囲の敵を掃討できる面攻撃など、戦況に合わせて、柔軟な運用が可能です。ただ、コンピューターによるシミュレーションが行われていたものの、トリントン基地での地上試験に間に合わなかった幻の武装とされています。かつてのゲームでは、核とバルカンとビームサーベルしか持たなかったサイサリスですが、近年のゲームでは、本仕様の形態が登場し、攻撃の幅が増えていたりします。ビームバズーカ装備仕様。本機は、フィギュア、ガンダムフィックスレギュレーションにて初めて登場し、後にハーモニー・オブ・ガンダムで公式化されました。ベラーズフリートが検討していたプランの一つで、宇宙用移動砲台スキューレのビーム砲を利用した、ビームバズーカを装備した形態です。なお、スキューレのビーム砲は、もともと、ビグロのメガ粒子砲を流用したものなので、本兵装も、ビグロのものと同等の威力があると考えていいでしょう。本形態は、アトミックバズーカ使用後、格闘祭機としての役割を全うした2号機の再利用プランとして検討されています。さすがにアトミックバズーカに比べれば、威力は落ちるものの、モビルアーマーのメガ粒子砲レベルの火器を携行できれば、依然として戦場で脅威になり得るはずでした。しかし、実際は、核攻撃後のフルバーニアンとの戦闘で2号機が失われたため、本プランは幻に終わっています。ただ、核攻撃を実装しにくいゲーム作品では、非常に出番が多い兵装で、バトルシリーズやバトーペ2などでは、サーベルやバルカンと並び、試作2号機の標準兵装の一つとして設定されることもあります。重装備使用。本機は漫画0083リベリオンにて登場しました。月面に潜伏していたケリー・レズナーを迎えに現れた際の仕様で、アトミックバズーカとラジエーターシールドの代わりに、ジオン系モビルスーツの武装を積載した形態となっています。兵装の内訳としては、リックドム用のビームバズーカ、ブフ系統のシールド、シュツルムファウスト計4機、ジャイアントバズ2丁、ラケーテンバズ3丁、モビルスーツ用対艦ライフル、両脚に3連装ミサイルポッド計2機、背部に4連装の MLRS、そして水力を補うためのプロペラントタンクを2機装備していました。いわゆるフルアーマー化といっても差し支えないほどの積載量となっており、まるで最終決戦に向かう主人公機のような全部の成形態です。たった一人を迎えに行くには大げさな形態にも見えますが、艦艦式まで戦力を温存しておきたいベラーズフリートとしては、モビルスーツの大部隊を差し向けるよりもフルアーマー化した2号機を投入した方が合理的だったのかもしれません。ただ、星のくず作戦が2号機なしでは成立しないことを考えると、そもそもケリーを2号機で迎えに行くこと自体がリスクでしかないのではと突っ込みたくなるところです。作中では月面におけるフルバーニアンとバルバルの戦闘の最中、ケリーを救うため介入しました。まずは先遣隊のサラミスを大破させ、そのままフォン・ブラウン氏の駐留部隊と交戦。出撃してきたジムを武装の一斉走者で蹴散らした後、フルバーニアンをいなしつつ陸戦強襲型ガンタンクを撃破し、そのまま最後のサラミス級まで破壊しました。そして無事ケリーを伴って月面からの離脱に成功しています。新フェデラル仕様。本機は漫画機動戦士ガンダム刀に登場した形態で、ビームバズーカと MLRS を両方搭載している点が特徴です。他にも
イフリートタイプにも搭載されていた近接ジャミング機能も備えていますが、カラーリングや外見などに大きな変更は見られません。本機はサイド1の半眼分子によって再設計された機体で、後に連邦における派閥の一つ新フェデラルの創設者金貞剣の登場機となります。試作2号機はティターンズが設立されたきっかけともいえる機体ですが、本作では2号機がティターンズの艦隊に対して大打撃を与えるシーンが見られました。ガトーのカンカン式への攻撃を思い起こさせる活躍から、作中ではコンペイトウの亡霊、コンペイトウの悪魔などと呼ばれています。その後、息子である一頭剣のカルフルアーマーストライカーカスタムと交戦するものの、乱入してきたリチャード・グレイソンのドリュメルドゥーエによって撃破されました。ガンダム試作2号機試案。本機は雑誌アナハイムジャーナルに掲載されていたイラストが初出で、後日電撃ホビーマガジン2004年8月号で立体化されました。アナハイムジャーナルには2枚のイラストが存在し、それぞれ微妙にデザインが異なります。一つ目のイラストでは脚部がドムのようなジオン系色が強いデザインをしていますが、胸部は試作1号機のようなどこかゼータガンダムにも近いような感じを思わせます。もう一つのイラストは背面から描かれていますが、太もも周りや肩部のバーニアユニットを見ると、ジオン系の流線形ではなく連邦系モビルスーツを感じさせる角張ったデザインになっています。この後、核攻撃を前提とした仕様変更が行われ、OVA 版の試作2号機の姿へと落ち着いたようです。デラーズフリート使用。本機はアーケードゲームガンダムトライエイジのビルドモビルスーツ第2弾として登場しました。こちらはデラーズ紛争後もデラーズフリートが存続し、ジオン復興を果たしていたなら2号機の機体色を練り替えていたのではというイフ機体です。青と緑を基調とした色に変更され、シールドにもジオン広告章が施されたことで、ジオン残党兵が忌々しい白からガトー様に似合うパーソナルカラーに塗り替えられていたと思うと語っています。同時期に登場した試作1号機ティターンズ仕様が若干無理のある設定だったのに対して、本機は比較的無理のないイフ機体となっています。0086仕様。本機は漫画機動戦士ゼータガンダムディファインに登場しました。アナハイムエレクトロニクス社が試作2号機を再製造し、宇宙世紀0086でも運用できるよう各部を最新ユニットに換装してアップデートを施した機体とされています。しかし基本設計の古さから操縦系に問題があるようで、クワトロからは新たな時代を担う機体にはなり得ないという評価を下されていました。なお、アナハイムエレクトロニクス開発事業部の話から、試作2号機はドム系の後継機という位置づけで開発されているようです。作中ではエウーゴの新型モビルスーツ開発のためグラナダ支局を訪れたクワトロに対して、ジオニック系エンジニアが本機をお勧めしていました。しかしクワトロの要求したスペックは満たせず、採用は見送られています。その後、スミレ本郷主導のもと、本機をベースにリック・ディアスが開発されました。もともとジオンと連邦の設計思想が融合した試作2号機は、リック・ディアスをはじめグリプス戦撃機のモビルスーツに多大な影響を与えたとされていますが、本作では明確にリック・ディアスのベース機として扱われています。ただ試作2号機は凍結されたはずのガンダム開発計画の機体で、しかもジオン残党に強奪されて核を使われて連邦は大被害を受けたのに、そんな機体を連邦に隠れてこっそり再製造しているのはかなり突っ込みどころがある気がします。とはいえエウーゴは反ティターンズ組織であるため、ティターンズを設立したジャミトフによって闇に葬られた機体をエウーゴのフラッグシップ機としてお勧めするのは、ある意味アナハイムエレクトロニクスのティターンズに対する抵抗意識と考えられそうです。海中型仕様。本機はカードダスガンダムコンバットに登場するオリジナル機体です。水中専用装備を施した形態で、機体色も変更されています。また脚部とバックパックに大型の水中用装備を装着したことで、さらに機体が大型化しました。武装としては両腕部に2連装のミサイルランチャーを搭載、バックパックにもミサイルランチャーらしきものを搭載、また魚雷のような装備も装着されています。なお説明では核兵器を搭載するガンダムと書かれていますが、どこに核兵器が搭載されているのかは見当もつきません。本機は
どの兵装も2機ずつ装備されているため、核も2発搭載しているかもしれません。プラズマリーダー装備。本機は、マスターグレード試作2号機の説明書で言及された装備で、最初期に検討されていた武装バリエーションの一つとされています。核弾頭という結論に行き着く前段階では、鉄鋼弾や炸裂弾など様々な弾頭が提案されており、その中で、ビーム核弾膜散布弾やプラズマリーダーを射出できる多弾頭弾なども検討されていたようです。しかし、最終的に、核弾頭という最強の攻撃手段が採用されたことで、実現しなかった武装バリエーションの一つとされています。なお、ゲーム、スーパーロボット対戦 EX では、味方となったガトーが、アトミックバズーカの使用を基本的に封印していたため、代わりに本兵装が装備されていました。ちなみに、ハードによって演出が違う武装の一つで、スーパーファミコン版では、バルバロのように、複数のリーダーを六角形に設置し、その中に電撃を流すタイプでしたが、PS 版では、アッザムのように、球状のリーダーから周囲へ電撃を発生させていました。ということで以上、GP02 の系譜についてでした。こうして見てみると、試作2号機はアトミックバズーカを装備していなくても、高い拡張性を持っていることがわかるのではないでしょうか。いつかまた新たな装備が登場する日が来るかもしれません。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければ、もう一本動画を見ていただけたら、とても嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。